上司とかをリスペクトするのとリスペクトしてない、だから挨拶するしないって言ったらどっちの方が成果出ると思いますかって言った時に、いやそりゃ関係性がいい方がいいに決まってるじゃん。関係性が悪かったら得はないですよ、損はって。もち社長、飲み会とかも断って他のぬるい社員との関わりも全部捨ててスキルを磨いて仕事を一生懸命やってるのになかなか周りの方との関係性がうまくいかなかったり、なぜか上司からは厳しいことばかり言われちゃって仕事がなかなかうまくいかないんです。どうしたらいいんでしょうか。人間関係とかそういうことですかね。いつも言ってることを繰り返しますけど、別に好かれるかは正直どうでもいいんですよね。やっぱ嫌われないことが重要って言ってるじゃないですか。もう少し言うとやっぱ信用信頼を積み重ねるっていうことが別に必要なんですよ。信用っていうのは過去のものなんですよね。この意味をいろいろ調べるんですけど、基本的に信用っていうのは過去のことで、過去してきたことで信用が積み重なる。それを元に信頼っていうのは未来に対してのことっていう定義をしてるんですけど、信用を積み重ねるっていうことがとにかく大事なんですよね。信用っていうのは日々コツコツと積み上げていくもので、信用の積み上げによって出来上がるというかされるのが信頼。信用っていうのは過去だから物理的な実績というか、信頼っていうのは精神的に信頼するみたいな、こういう意味合いだと思うんですけど、じゃあ信用を積み上げるって何すればいいんですかっていうのは、僕はまず一つはやっぱり時間です。遅刻しないとか、時間にきっちりしているということ。そして挨拶、笑顔、レスポンス、すぐに返事する、すぐにやる。あと、確認とかもそうですね。確認すべきことをしっかり確認する。あと、身だしなみ、見た目。あとはちょっとあれですけど、細かい気配りとか書道さとか、ちょっと多いですけど、とにかく大事なことを抜粋して言うと、僕の中ではやっぱ笑顔、挨拶、時間、この3つがとても重要だと思うんですよね。1個ずつ例を言うと、例えばいつもニコニコ笑顔でいる人には話しやすいんですよ。いつも暗い顔してる人は話しにくいんです。だからいつもニコニコしているってことは、相手から見たら話しやすいし、何を話しててもニコニコ聞いてくれてたりとかすると、その聞く姿勢っていうものだけで、あの人は話聞いてくれるとか、あの人が話しやすい雰囲気があるというか、それで勝手に信頼されることもありますし、挨拶がしっかりできるっていうことも、やっぱりそういうことをちゃんとできる人だって勝手に信用を積み上がってるんですよね。あとやっぱ時間を守るってこれ意外と大事で、仕事ってやっぱりいろんなことで必ず期限っていうものが入りますよね。やっぱ時は金なりなんで、時間を守る人っていうのはやっぱ信頼されやすいですよ。そういったことを日々どれだけ積み重ねていけてるかっていうことで、最後好かれるかどうかじゃなくて信頼されるかどうかなんで、例えばあんまり好かれてなかったとしても、あの人に頼めば絶対これはやってくれるはずだとか、あの人だったらそれこそ頑張ってくれるはずだとか、こういうことっていうのはすごい大きいわけですよ。時間っていう概念からして派生するすぐにやるっていうことの大事さっていうことがあって、僕が気をつけてることは、すぐにお礼のメールをする、 LINE とかでもいいですけど、お礼をするとか、すぐに返事をする、すぐ報告する、すぐ動く、これの積み重ねで、あの人はすぐやってくれる人だとか、お礼も律儀だとか、例えばご飯をおごってもらうとかするじゃないですか。必ずお礼のメール、メッセンジャーでも LINE でもいいんですけど、必ず入れるわけですよ。で、これはやっぱり自分のポリシーとしても、結構これ最初に言うとやる人いるんですけど、慣れ合いになってくるとやらない人もいるんですよ。でも必ずやるんですよ。それはやっぱ毎回必ず感謝の意を持っているということと、ちゃんとお礼ができる人だっていうことにつながっていって、これが見えないところでやっぱ信用を積んでるんですよね。ですぐやることもそうです。すぐ返事してくれるっていうことも、やっぱ向こうにとってはだってありがたいことじゃないですか。すぐにやるっていうことは、ものすごく価値が高いんで、やっぱ信用をされるんですよね。信用積んでいくんですよ。これ逆パターンを思い浮かべた方がいいですよ。それができなかったらどう思われるかって話ですね。別にご飯をおごったところでとか、別にこっちもお礼が欲しくておごったわけじゃないけど、お礼の連絡とかない。別にいいんだけど、でもある意味お礼言えない人だっていうレッテルを貼られるかもしれないし、それこそだから自分が誰かに食事をおごったとしましょうと、お礼のちゃんと連絡が来る人、お礼を言える人と言えない人、次にご飯連れて行くのはどっちがいいですか？正直個人的な感情からしたら、ちゃんとお礼をくれる人がいいですよね。人間誰しもそうだと思うんですよ。これ差が開きます。すぐにやってくれる人、報告してくれる人と、あれどうなってるって言わないと報告くれない人、連絡が遅い人って言ったら、大事な仕事どっちに任せたいと思いますあなただったらと。自分が急遽何かあって代わりの代役を立てなきゃいけないと。時間をいつもきっちり守る人と守らない人、どっちにお願いします。大事な約束ですよ。これがやっぱり徐々に積み重なっていくんですよ。あと、うまく言ってるのは時間の話ですよね。僕はやっぱ遅刻をしないっていうことを心がけていて、時間に遅れるっていうことは相手をリスペクトしてないっていう意味だと僕は考えて頑張る。例えばですけど、会社で行くのは、彼女がいますと、結婚をしたいですと、彼女のお父さんに挨拶に行きますと、何月何日の何時にじゃあ行きますと。遅刻しますか？絶対しないですよね。なんでですか？相手を渡した場合、
なんで悪いんですかできることなら聞いてもらいたいし。そういうのありますよね。じゃあなんでお客様のとこ遅刻できるんですか？相手が誰であろうと、とにかく遅刻をするってことは、その相手に対して、例えばだから勉強会とかもそうですし、アポもそうですし、遅刻するっていうことは、相手だったり、その会合だったり、そのイベントだったりに対して、要は基本的に大事だと思ってないんですよ。それよりも重要なものがあるんですよ。それよりも本当に重要なものだったら致し方ないと思いますけど、でもそういう判断をされると僕は思ってるんですよ。で僕も逆だったらそう思うから。例えば自分が何か相手からじゃあアポを取られて、相手からの依頼で、例えばじゃあ何日の3時にお約束しましょう。3時待ってますよね。遅れますと。大事だったら大事であればあるほど、まずそもそも遅れる理由のレベル。例えば家族が交通事故にあって、それに行っていて遅れてしまう。それは優先順位家族のその命の方が大事とかだったりするから、致し方ない。これ大体の人思いますよね。でも、すいませんと。なんか出発するのが遅れてしまったので遅れますって言われたら、その出発するのが遅れる理由を作ったことの方が自分とのアポよりも大事なんだなって認識をするわけですよ。別に言わないですよ、いちいち。ちょっと電車に乗るのが遅れちゃってとか。電車に乗るのが遅れちゃってってことは出発が遅れただけの話じゃないですか。だから自分とちゃんと3時にお約束したっていうこの3時の約束よりも、大事なことがあったんだろうなってだけです。自分だったら電車に乗り間違えちゃって遅れますっていうのも、大事な商談だったらちゃんとどこの駅で乗り換えてどう行くか、そこまで準備しませんかと。そういうことをするレベルまでの重要さではないという。だから時間っていうのはものすごくやっぱり大事で、それを常々守っていると本当に勝手に信頼されますよね。あの人は絶対に遅れない人だとか、逆にちょっとあまり遅刻したらあの人が遅刻するなんて珍しいってなるわけですよ。でもそれぐらい言われるまで目指さないと、やっぱ時間にきっちりしてるっていうことは、もう一回言いますけど、仕事の中で絶対期限、約束の一つですよね。時間とか納品日、納品時間とか、だから絶対時間っていうのは重要な一つの約束なんで、これを守るっていうことがやっぱ裏側で信用が積んでかれるんですよ。それも一緒ですよね。毎回ギッリギリになんか慌ててくる人と、ちゃんと毎回5分前には必ず来ている人と、これをこう蓄積した時に、それこそまた同じ話ですけど、大事な仕事を絶対に遅れられない商談相手、どっち行かせます？能力が同じだったらみたいな話になりますし、これ逆に受け手側もそうですよね。例えばじゃあ面接で時間ギリギリに慌てて髪ボッサボサで来るやつと、物理的には確か間に合ってるんだけど、きちっと10分前に来て身なりもしっかりしていて着席している人と、もちろん何を重要するかも置いといて全部それ以外で一緒だとしたらですよ、どっちの方が好感度あります？だから時間に遅れるってことはとにかくそれの重要度をこう認識してるんだなと思われるリスクがあるっていうことなんですよ。たかが時間じゃないんですよ。積み重ねるってことは本当に信用を積み重ねることだから、とにかくその時間ですよね。で、挨拶もそうなんですけど、とにかくいつも気持ちよく挨拶、顔見て、こんにちは、ご無沙汰してます、元気ですかって言われる人と、こんにちは、お元気ですって言われる人、挨拶もみんなバカにしすぎですよ。この地道な感じの良さっていうのがしっかりするっていうことが、どれだけ実は裏側で、あの人いい人だとか、あの人は信頼できるとか、そういうことに実は繋がってるっていうことを認識した方がいいですね。仕事できない人はなおさらですよ、はっきり。僕も能力はそんなにやっぱ経営者としては高くないので、そういう集まりとかに行った時にはやっぱ信頼してもらうしかないから、こういうことをやっぱきちっと一個ずつ細かく気をつけてきましたよね。そういったことで本当にものすごく結果としてすごい信頼してもらえてるなっていうのはいっぱいあるわけですよ。すこぶる能力が天才ほど高いんだったら、逆に時間っていう概念は多少外されるかもしれないですけど、天才じゃないんだったら違うところでちゃんと信頼してもらう素地を作らなきゃいけない、信用を積まなきゃいけないんで、これはものすごく大事ですよね。あと見た目もそうですね。見た目なんて関係ないじゃんって思うかもしれないですけど、じゃああなたですよと。あなたは例えば彼女と大事なディナーに行きましたと。すごく素敵な外観お店です。でも料理作ってる人が髪ボッサボサで、髭生やしてて、体毛すごかったと。どう思います？決して気分良くないですよね。美味しければいいとかって言わなくないですか？料理運んできたウェイターがマスクもつ咳してたらとか、この辺の体毛がすごくてこうやって持ってきたら、別に体毛を非難するわけじゃないんですけど、いい気分にはならないですよねと。だからやっぱりそれこそ大事なのは、プロだったらプロらしい。だからレストランだったら料理の味もそうですけど、やっぱりその料理を気持ちよく食べてもらうために身だしなみを気をつけますし、お医者さんだったらなんで白衣着てると思いますか？お医者さんが髪ボッサボサで普通にサンダルでハーフパンツでいたら、あなたお医者さんの言ってること信用できますか？信用度低くなりますよね。関係ないとか言いますけど、もうイメージでそれできてるわけです。
自分が乗る飛行機のパイロットが、これも髪ボッサボサで、髭生やして、だらしねえ格好、スーツだけどネクタイの下にバンって広げてて、そんな格好してたら不安になりますよね。だからやっぱ清潔感って結構大事だと思っていて、人は見た目じゃないんですけど、でも見た目も大事なんですよ。自分がどういう風に思われたいかとか、そういうところもやっぱりちょっと気にしておいた方がいいですね。だからやっぱり本当にそういう細かい積み重ねで信用って実は裏側で積んであるんで、そういう細かいことを怠らずにやっぱりやっていくっていうことが非常に重要なんですよね。これだけじゃないとは思いますけど、でもやっぱりこういう細かいことを気遣いができる人っていうのが実は信用が積み重なっていて、何かあった時にお前やれと、やってみろというチャンスをもらえたりするもんなんで、やっぱ常日頃からシンプルに言ったら、会社の人間関係は笑顔、挨拶、時間を守る、こういうことを基本的に常に実直にやっていて、レスポンスを少しでも早くする、お礼とか礼節的なものをちゃんとしておくと、これのとにかく積み重ねですよ。でこういうことをやっておくと、あの人が言うんだから遅刻できないとか、あの人に言ったから必ず約束守ってもらえるはずだとかっていう概念が多分後ろ走り出して信頼されるはずですと。そういうことの積み重ねがとにかく社内でのコミュニケーションを円滑にします。社内の外も含め円滑にしていって、やっぱ最後大きいドンとブーメランと返ってきますよね。今モン社長がお話ししていただいたことって最近、SNS 界隈とかだと特にそうかもしれませんが、だからちょっとこう、言うたら古いというか若者からすると、例えばじゃあ飲み会のお礼メールをしなくてよくないとか、挨拶ってそもそも必要なのとかってやっぱりよく言われるんですけど、やっぱりこうコミュニケーションは円滑に、その仕事上、仕事以外で円滑にしていく上では、その辺はやっぱりしっかりやっていった方が自分にとってもやっぱり得であるし、いいんじゃないかということですね。だから挨拶をするっていうことはなんでしなきゃいけないのかって言ったら、挨拶っていう行為は相手をリスペクトしてますよと、敬意がありますよっていう敬意があるから挨拶するじゃないですか。それもさっきの話じゃないですけど、じゃあ彼女と結婚しますってことを言いに行くのをお父さんに挨拶しないんですか？しますよねと。相手にリスペクトがあったりとか、相手のことを大事だと思ってるから必ずするわけじゃないですか。とにかく挨拶っていうのは相手との人間関係を維持向上しようっていう行為なわけですよ。それをしないってことは、あなたとの人間関係どうでもいいです。あなたのこと別にリスペクトしませんっていう意思表示なんですよ。これして得ありますって思うんですよね。だから挨拶なんでしなきゃいけないんですかって言われたら、いや別に相手に嫌われたかったりとか、相手に人間関係どうでもよかったら別にしなきゃいいんじゃないの、どうでもいいと思うんだったらねと。でもそれは必ずして、だからその仕事とかもそうですけど、何事もそうですけど、ある程度一定一人でできること限られてますよね。だからやっぱり普通集団ってなんでじゃあできるかっつったら、例えば人間一人で昔原始時代もそうですけど、一人で例えば槍を刺して取れる魚の数なんて限られてますと。みんなで力を合わせて、集団で獲物を狩りに行こうがいっぱいいいものが取れたり多く取れるから、それを集団でやる方が結果出ますよねってことで集団ができていくわけじゃないですか。会社も一人でやるよりもみんなでやった方が成果出るから集団になったりするわけじゃないですか。でその集団で成果を出そうと思った時に、その同僚だったりとか上司とかをリスペクトするのとリスペクトしてない、挨拶するしないって言ったらどっちの方が成果出ると思いますかって言った時に、いやそりゃ関係性がいい方がいいに決まってるじゃん。関係性が悪かったら得はないですよ、損はあっても。だからとにかく相手に挨拶することも損はあっても得はないわけですよ。だからはっきり言ってそんな人は仕事できるなんて言いませんよと。会社でよく言ってるのは、だからそれをやらなきゃいけないっていう風に言うと、なんか反発心も生まれちゃうのもわかるんで、シンプルに僕は思うんですけど、損してますねって言うんですよ。挨拶なんでしなきゃいけないんですかって言ったら、もう別にしたくないならしてなくてもいいんじゃないの。でもそれってこういう意味だよと。あなたは損しますよ。だって別に挨拶って気をつける誰でもできることじゃないですかと。本当にそう思ったらできますよねと。やろうと思ったらできることですよねと。それをあえてやらないんですよねと。そのせいで自分の言うことを聞いてくれないとか後で言ってるわけですよと。損しますよと。挨拶しないことに得ないよ何もと。損しかない。むしろ損。だから損したいんだったら全然いいんじゃないのと。もったいないよって言うんですよ。僕は実体験でそうやってきたんで、先ほど言ったその笑顔とか挨拶とか、時間を守るとか、レスポンスとか、これをやっただけで信頼されるし、いい仕事回ってくるし、ある意味気づける人っていうことなんですよと。本当にこれやっただけでめちゃめちゃ得したんだと、俺は人生でと。結果出したいとか、人生で得したいとか、良くしたいって言うんだったら、やりゃいいじゃんとか、だってできるんだから今日から。だからそういう挨拶なんでしなきゃいけないんですかとか、なんでいちいちお礼しなきゃいけないんですかとかって、その考え方が貧相だなって思うんですよ。なんでそんなくだらない自分の価値観だけを持ってきて、自分がしたいことはしたいけどしたくないことはしたくないって、じゃあ一人で生きていけばいいじゃん。会社の飲み会が嫌で、会社の飲み会でね、例えばじゃあお金を少し多く払ってもらったとか、おごってもらったとか、それこそ会社のコスト経費で少し出てるとかっつったら、だって少なからず行きたくないから別にいいんだよって言われたとしても、そこでだって飲んだり食ったりしてますよねと。
行ったんだったら、自分のお金じゃなくてですよ。そしたらありがとうじゃないですか、普通に。行きたくなかったらしてもって考えて別に言えばいいだけの話で、それを堅くなに、いや別に俺は行きたくなかったから俺する必要ないんだとか、アホですかとか。当たり前のことではあるかなと思うんですけどね、その辺が、できてないとか、なんでなんだろうと思う人たちが多いのかなと思いますね。それもだから究極の合理的、勘違いした合理的だと思っていて、自分に対してのメリットがあることはやるけど、メリットがないことはやりたくないと。ある意味合理的だと思うんですけど、僕はそれは合理的の手前しか見てないですよ。もっと合理的なのをやった方がいいに決まってますよと。そういう意味では考えが浅はかなんじゃないかなと思います。この社長がおっしゃってるのは、挨拶をしてその場ですぐ何が返ってくることじゃなくて、それを積み重ねることによって、後でまた自分に対して大きなメリットが返ってきたりとか、信用であったり信頼っていうものが返ってくるというところで積み重ねてらっしゃる。だからもう本当に仕事さえできればやってれば挨拶も関係ないし、お礼も関係ないし、時間だって遅れたってやることやってればいいんでしょとかっていう人に限って後で、なんであいつは時間守ってくんないんだ、なんであいつは言うこと聞いてくんないんだとか大体言うんですよ。じゃあやっぱり仕事でもちろん成果を出すのももちろんそうですけど、どんな人にもやっぱ好かれていくためには、そういう誰もができる挨拶であったり、そういったお礼をしっかりするとか、時間を守るというところをやっぱりしっかり積み重ねてやっていくということがやっぱり大事ですよね。大変勉強になりました。最後までご視聴いただきましてありがとうございます。このチャンネルではですね、ビジネスに役立つ知識や、その他いろんなことも含めて動画を配信しておりますので、チャンネル登録していただけると嬉しいです。そして、ぜひこの動画にもいいねを押してください。ありがとうございました。